ばんは、ゆうかです。連日快晴ですごい暑いから、梅雨どこ行ったんだろうなと思って調べてみたんですけど、2025年の関東はまだ梅雨の最中だそうです。今日も信じられないくらい暑いですが、いつ届くかなと思っていた商品が先ほど届いたので、今日も楽しんで作っていきたいと思います。そのキットはこちら、じゃーん。ハイグレードのエグザベ専用ギャン白磁装備です。こちら久しぶりに DMM のキャンセル待ちで購入することができました。キャンセルしてくれた方ありがとうございます。早速作っていきたいと思います。それでは本編をご覧ください。それでは開けていきます。ランナーは12枚、思っていたより少ないです。ディスプレイ台座も含まれています。ありがてえ。それとビームサーベルのビーム部分、マーキングシールが1枚、1枚綴りの説明書が1枚入っています。説明書に沿って作っていきます。なんですが、今日この後今日中に終わらせておきたい仕事があるので、動画構成をいつもと変えさせていただきます。パート1、各部位の切り出したパーツのご紹介。パート2、早送りで組み立て、その間雑談。パート3、組み立てた各部位のご紹介。パート4、完成したポーチングのご紹介。そしてエンディングという流れにしようと思います。それでは各パーツを切り出した状態をご紹介します。まずは頭。パーツ数は5個。物合いにはすごく小さなシールがつきます。ボディは14パーツ。ちなみにこのキットポリキャップレスです。腕は片腕15パーツ。手はグーの形のみで差し替え用の平手などはありません。腰は7パーツ。足は片足25パーツ。ボリュームにびっくり。ランナーから切り出すのが大変でした。バックパックは8パーツ。最後に武器類。シールドだけで33パーツもある。これは想定外でした。このパートでは組み立てている映像を早送りで流しつつ、ジークワークス最終回について語らせてください。キットのレビューを見たい方はここ飛ばして問題ないです。実はね、最終回って分かってたからなかなか見る勇気がなかったんですよ。物語が終わっちゃうと思うと寂しくて。でもこの動画で皆さんと感想を共有したくてようやく見ました。やっぱりあの世界がララーの作ったものだっていうのは分かってたけど、シャアが生き残る世界線ではララーはシャアに会えないって内容を修二が言っていて、すごく衝撃でした。ジークワークス世界のララーってそれを分かった上でマチと逃げずに待つことを選んだの？もしそうならもう切なすぎて胸がギュッとなりました。しかも修二、ララーを傷つけたくないからって彼女を殺す選択を何度もしてきたって、余計なお世話では。前の動画でも言いましたけど、ララーってシャアを助けるために何度も世界を作っているんだから、シャアさえ生きていてくれればそれでいいって思ってるはず。女心分かってなさすぎ。それにしてもモビルスーツ戦闘シーンは胸熱でしたね。マチがニャンをマブに誘って、それをニャンが受け入れる流れもエモくて非常にいい。ジークワークスとジフレド VS ガンダムっていう構図も新旧が入り混じってて面白かったし、気づいたらガンダム作品なのにジークワークス側のモビルスーツデザインにすっかり慣れちゃってて、逆にガンダムの方に違和感があるぐらいでしたね。でもガンダムが巨大化する流れ、あれはついていけなかった。ゲームでよくあるラスボスが急に変形して意味わからんほど強くなるやつ、あれを思い出しましたね。赤いガンダムがラストシューティングポーズをしたところはリスペクトを感じました。で、修二がガンダムが言ってるって言ってたけど、ジークワークスの中から聞こえたアムロの声は、僕はもう見たくない、またガンダムがララーを殺す光景をって。じゃあ修二の聞いてたガンダムの声って何だったんでしょうか。その後のマチのセリフ、
私たちは毎日進化するんだ、明日の私はもっと強くなってやるっていうのすごく良かったですね。ニュータイプじゃなくたって人間って日々進化してるし、そこが大事だよなって共感しました。でもその短歌の後に急に告白する修二は何？マチュは受け入れてたけど軽すぎるよ。乗り換え早すぎない？私だったら絶対ときめかないです。ジークアクスが覚醒して巨大ガンダムを倒してめでたしめでたしの間にニャーンがしゅうちゃんどこ？どんだけ修二のこと好きなんだろうと思いました。ラストにちらっと映ったアルテイシア、後ろにいたのがランバラルなんじゃないかって X でも話題になってましたよね。オリジンファン大歓喜。シャアがララを迎えに行くエンディング、私はそれを望んでたから涙を浮かべて微笑むララの顔が見れただけでもうこの作品に出会えてよかったなって思いました。そしてエンディング映像が最終回後のマチュとニャーンだったっていう伏線回収、いやー見事でしたね。うまくまとめられてないけどジークアクス楽しい3ヶ月をありがとう。皆さんはどうでしたか？ぜひ感想をコメント欄で教えてくださいね。チャンネル登録お願いします。はい、すべてのパーツができました。それぞれ見ていきましょう。まずは頭部。ハイグレードサイズなのでやっぱりちっちゃいですね。上のパーツを外すとちゃんと物合いが動かせます。ただこの上のパーツ結構外れやすいので取り扱い注意です。続いて胴体。立ち襟みたいなデザインが特徴的でかっこいいですね。ゴールドの部分はシールで再現されています。色数も少なめで全体的にすっきりとしたスマートな印象。次は腕。両手を使うと動かしづらいので片腕だけでご紹介しますね。まずは肩アーマーがまさかの一体成形型。これは珍しい。大抵は左右2つのパーツを合わせて作ることが多いですよね。肘周りは内部フレームが見えないデザインになっています。可動はというと、はい、この通りしっかり曲がってくれます。次は腰回り。これはかなり変わったデザインをしていますよね。アニメではこんなデザインだとは気づきませんでした。スカートアーマーがないので股関節の可動を邪魔しないのも嬉しいポイントです。次は足。ここが一番ボリュームがあるパーツで実際のサイズ以上に存在感があります。ゴールドの部分はシールで再現されています。そして後ろには上下に可動する小さなバーニアが。この位置にあるのちょっと珍しいですよね。膝を曲げるとこんな感じです。膝パーツが独立していて見た目はまるでリアルグレード。でも残念ながらリアルグレードみたいに可動するわけではありません。続いてバックパック。成型色は一色でシンプルなんですけど細かいディティールがしっかり入っていて見応えがあります。ボディに取り付けてみると水中に潜れそうな雰囲気出てきましたね。さて最後は武器と装備のご紹介。まずはビームサーベル。実はこれ足についているこのパーツがつばになっていて一旦取り外してつけるタイプなんです。これがね小さいパーツだからなくしちゃいそうでちょっと怖いし、しかも硬くて取り外しにくい。取り扱いには注意です。シールドは見た目がほんとかっこいい。最初はただの丸いシールドかと思いきやこんな風に展開するんですよ。ハイグレードでこのギミックは嬉しすぎる。そして最後に白磁。見てくださいこのサイズ感。想像してたよりもずっと大きい。中に指が通せたらブリーチのソイフォンごっこができそう。すべてのパーツを合わせてみます。はい、エグザベ専用ギャンの完成です。ごめんなさい、ピントが甘かったです。
でも頑張ってターンテーブルに乗せてみたので、全体の雰囲気だけでも伝わると嬉しいです。ちゃんとピントが合えばめちゃくちゃかっこいいんです。白磁は本体にとってはかなり重たいようで、台座に乗せていてもしんどそう。私の持たせ方がちょっと下手だったのか、ギャンが白磁に持たれてるように見えます。後ろ姿はこんな感じ。正面のシンプルなデザインとは対照的にディティールが細かくてすっごくかっこいい。少し動きをつけたポーズにも挑戦してみましたが、白磁を思った位置に構えるのがすごく難しくて、見た目はシンプルなポーズでも調整に時間がかなりかかりました。白磁の土台には重りを置きました。じゃないと土台が倒れちゃうんですよね。ちなみに武器を持たせるときは手のパーツをばらさないといけないんですが、私は左手をうっかり破損してしまいました。まあシールドで隠れるのでギリギリセーフということで、この手の構造がこんな感じで、ハイグレードガンプラにしてはちょっと繊細なんですよね。しかも手首が稼働するようになっている分、重い白磁を持たせると重さでぐらつきやすくて、逆に動かない方が良かったかもと思ってしまいました。今度はビームサーベルとシールドを装備してみました。このシンプルなデザインのモビルスーツだからこそ躍動感があるポーズがよく映える気がします。そういえばゴールド部分が全部シールなんです。細かい線も含めて全部貼るタイプなんですけど、私は相性が良かったのかすごく貼りやすかったです。そしてシールド、本当にかっこよすぎる。普段はこういうギミックにあまり燃えないタイプなんですが、これは別格。閉じた状態からは展開後の姿が想像できないのがまたいいんですよね。最後は本体をアクションベースに乗せて白磁を構えた躍動感のあるポーズに挑戦してみました。やっぱり白磁の調節は難しかったけど、本体はアクションベースに乗せた方が格段に安定します。ただ腰をひねろうとするとなんか上半身が前に倒れてきちゃって、関節が緩いのか私の組み方が悪かったのか、組み立てている時は全体的に関節が固めだなっていう印象だったんですけど、ポーズをつけていると逆にふにゃっと感じるという不思議なキットでした。というわけで今回はハイグレードのエグザベ専用ギャンを作りました。この後仕事をちょっと進めておきたかったんですが、もう時間が間もなく0時を迎えようとしています。明日早起きして頑張ることにします。今回動画の構成を変えてみたんですけれども、いかがでしたでしょうか。いつもの方がいいとか、今回の動画全体的な感想だったりとかコメントをいただけたら嬉しいです。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録とグッドボタンで応援いただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。カメラロールにてんちゃんしかないのでてんちゃんの映像を流しつつ、最近てんちゃんがオスであることが判明しましたというのも、てんちゃんが出てるのを見てしまって、すんごい長いのがすごい出てて、本当にびっくりしました以上です。